世界の人々が憧れるアメリカンドリーム、母国より高い賃金、母国で待つ家族への仕送り、安定した生活を求め、年間約70万人以上の人々が世界一の経済大国を目指す。そんな中、違法でアメリカンドリームをつかもうとする不法移民は今までで約1600万人以上と推測され、2022年10月から2023年9月までの1年間で不法入国は約250万件、多い日は1日約1万人以上がアメリカ国境を目指すとのことで、今回はアメリカンドリームを目指す全世界の移民と難民の方々の命がけの超危険違法ルートに密着してみました。やばいな。はい、皆さん What's up? バッパー翔太でございます。今回はですね、前回アメリカの国境の動画を撮影した時にベネズエラの難民と話したんですけど、彼曰くベネズエラからアメリカの国境まで歩いてやってきたと。その直線距離約3700キロの道のりをどうやってやってきたのかとね、ものすごい疑問に抱きましてですね、今回はですね、移民の人々が命がけでアメリカの国境までたどり着く違法ルートに密着してみたいなと思うんですけど、ぜひですね、前回アメリカの国境の動画で現在のアメリカの国境情勢、移民の難民の人々の、情報をシェアしてるんで、先にねそっち見ていただけると今回の動画でよりリンクできると思うんで見てくださいということで、バモノス。はい、ということで皆さん、今回もですね、コカ・コーラでおなじみルイス君とね一緒に行くっていうことで、彼はですね写真ジャーナリストっていうことで、いろんなね世界旅して写真撮って、で前のねコカ・コーラで意気投合して仲良くなって再び撮影ということで、彼がね言うにはですね、この、違法ルートエリアはですねかなり、カルテルの目が輝いてるっていうことで、映像がですね悪くなったらそれだけ危険ゾーンに近づいてるっていう感じで認識してもらえればなって思ってます。はい。So how is the cartel situation now? Here in Chiapas, the bad situation about the cartel Yeah. start to growing up. Yeah. And they start like they used to make drug dealing, Yeah. but now they start to make more illegal things like kidnapping or like the situation with the immigrants. Right. Then it's like pretty active these days. Active. Yes. はい、これがですねミリタリーです。でめちゃめちゃチェックポイント的なミリタリーあるなって感じです。めっちゃチェックされてるやん。Wow, it's quite often to happen, right? Like every like 10 kilo, 20 kilos has a checkpoint. Yes. Wow. Because this is the border, then they check searching drugs or immigrants, or because it's like too many places the people can come. はい、ということで皆さん着きました。ここがですね、ワテマラとメキシコの国境、シウダード・イダルゴというところです。でここからですね、移民たちと共にアメリカに向けて、違法ルートをたどっていくって感じになります。国籍によってね様々みたいなんですけど、基本的に多くの移民の方々は南米コロンビアからパナマにある世界で最も危険なジャングル、ダリエン地境と呼ばれる市のジャングル97キロを 2,3 日歩いて国境を越えるらしいんですけど、これもね生で体験してみたかったんですけど、同行しちゃうと不法入国になるんで断念したんですけど、ジャングル越えした人に聞いたら、最安料金約$350マフィアに払えば通らせてくれるらしいんですけど、途中でねマフィアに誘拐されたり暴行、恐喝、強盗、殺人にあったり、また危ないジャングルに住む蛇に噛まれて亡くなったり、険しい道で事故、迷い込んで餓死したり、死者が続出してるらしいんですけど、第一危険ルートダリエンジャングルを越えれば基本的に各自いろんな方法、バスだったり電車だったりヒッチハイクだったりして、ここメキシコとワテマラの国境までやってくるみたいなんですけど、このメキシコの国境から第二の危険ルートということで、移民によってはねダリエンジャングルより過酷と呼ばれ難関度一番の危険ゾーンの始まりがここメキシコ・ワテマラの国境でございます。そう今ねもうねあそこにですね国境があるみたいなんで、国境の周りにはですねめちゃくちゃたくさんの人がですねこうやってねキャンプ的な感じですね。いやいろんな国の人ですよ。子供から年配の方まで、で肌の色関係なしにいろんな国籍の人が戯れてるって感じです。So bro, in front there is what's that one? That's immigration.
No, I don't know. It's like a, no, it's like a just military checkpoint. チェックポイント。OK, let's go see. Yeah. まあ、街の感じでですね、結構ゴミとか散らかってるし、あそこではですね、横で、子供たちがシャワー浴びてるなって感じです。すごいな。水道、まあ、自由に使い放題みたいな感じなんですかね、わからないですけども、みんな寝てはるし、ゴミがですね、めちゃくちゃ散らかってるなって感じです。すごいな、ここで一晩泊まるんやろうか。で、横にはですね、普通に警察かな、これ、ボーダーパトロールかな、この車があったりします。Let's go up there. 暑い。めっちゃくちゃ暑いですよ。その暑い中、こんだけの人が戯れてるんよ。すっごい量やな。ものすごい量。で、ここにテントでキャンプしてはる人もいるし、で、アイスとかね、いろんなもん売ってはるわ。すごいな。So we gonna go where? This way? You choose. Yeah, this way. It's good. Wow. So many people. Guatemala. これ皆さん全員マイグラントらしいですよ。そう、店にはですねこんな感じで普通にお菓子とかね売ってるし、あとマンゴーとかバナナとかタバコとかもね売ってます。これタバコはどこのやつなのかね、メキシコのやつなの。This tobacco is from Mexico. That's a country, no? Guatemala. I think so. Wow. で、皆さん横見えるのが、ここがグアテマラとメキシコの国境です。ですごいな、テントめっちゃ張ってるやん。しかもゴミごっついな。うわ、すごいわ。あ、これでみんな国境を渡るんや、このボートみたいなんで。やばい。So feel like it's a borderless. You know, Yes. there's nothing borders, right? And the people just living here. Yeah, there's too many And then trying to go into the United States. yeah, yeah, and then like police and then military, but they don't care. No, it's more like also is you cannot like make violence because these people are trying to get a better life. Right. Then the government tried to contain, but it's too many and it's a difficult situation. Yeah. Wow. すごいことになってますよ皆さん。ここでみんな生活してはるんですよ。We don't know where the Mexican and then Guatemala borders, right? Yes, Somewhere in the middle. It's in the middle of the river. Okay. この川の真ん中が国境らしいんですけど、いやもう国境ないもんと同じですよ。もうみんなあの辺で泳ぎ回ってます。泳いだり、シャワーみたいな感じしたり、サッカーで遊んだり、くつろいでますね。Bro, what's that there? Like there's a bridge, right? Yes, it's the official way to cross the border. Ah, that's the official ways. Yes. So people kind of doesn't care like if you cross river here's or theirs. はい、ということで皆さん今入ってきてすいません、全く言葉が出なかったです。これだけ国境というものは簡単に越えれるところなんだと全く予想してなかったんで、すごい光景ですわ。こんだけの人がいて、でこんだけねゴミが散らかってるんだなって想像してなかったです。もっとね国境ってなんかねピシッとしたところでもうなんていうんですかね、隠しカメラとかセキュリティがめちゃめちゃ整ってるところじゃないんかなと思ってたんですけど、いやこの緩さ何？はい、ということで皆さんこのね、国境の川はですね移民たちだけではなくですね、こんなね食べ物とかコーヒーとかね、あとここにあるねトイレットペーパーとかいろんなものが関税フリーで国境を渡るということで、もちろんですね薬物もそうですし、税金が高いタバコとかあとお酒とかも関税フリーでこの国境を渡るということで、すごくないですか？もう何でも送りたい放題みたいなお金さえあれば何でもこのね国境政府の目、警察の目をくぐり抜けて送れるっていう感じらしいです。はい、そう今からですね実際にこのボートに、乗せてもらえるっていう感じです。100ペソで往復できるということで、まあ僕はですねもしこの国境を越えてしまったら違法になるんで、その国境の手前までねちょっと行ってみたいなと思います。まあ国境の手前言うてもどこが国境かっていうのはね曖昧なんですけど、真ん中のところら辺までちょっとどんな感じで乗れるのかね行ってみたいなと思います。Bien? Aquí? Oh, wow. めちゃくちゃ柔らかい感じです。Bien. ¿Ok? Sí, sí. Ahí estamos. Oh, ok. Bien. El compañero va a ir. No, no, no.
わお。こんな感じで皆さん国境を渡るんですよ。で荷物とかね、フルーツとか、飲み物とかビールとかもいっぱい入って、あん中にもしかしたら薬物は入ってるかもしれないっていう感じなんですけど、めちゃくちゃ簡単に国境を渡れるな、ほんま。すごいわ。¿Todo bien, hermano? Ya, ¿De dónde eres? guate. Guatemala? Ah, OK。こんな感じですね。もうグアテマラとメキシコのこの国境沿いに尽くしたらですね、もう簡単にこっち行ったりあっち行ったりするみたいです。もう毎日。なんで、なんていうんですかね、国境はあるもんでないような、そういう感覚ですかね。まだ僕らはメキシコなんで、今のところ問題はないですかね。真ん中越えちゃうと法律上不法入国になっちゃうんで。あら。でね、もちろんですね、ここにいる人たちはパスポートのスタンプとかもないですし、パスポート見せないといけないというのもないですし、もう普通に隣町に行くような感覚ですね、船に乗って。で、今見てもらったらですね、結構ですね、水がですね少ない感じじゃないですか。結構今ドライシーズンらしくて、ほんまやったらもっともっと水が増えるみたいで、水が増えた時はもっともっとね、こういうねものとかの物流が行き渡るみたいです。はい。あ、トマトとか運んでるやん。すげえな。今回ね、僕移民の人と話してみて、エデュケーションがその国、もちろんね、なんかそのベネズエラとか難民として国の状況が悪くて、このねアメリカに向かって行こうとしてるんで、国の情勢が整ってないイコールね、教育もあんまり整ってないということで、世界各地旅してて見られるアジア人を見たらチャイニーズニーハオとかね、こういうね目とかしたり、なんかやっぱりねエデュケーションが整ってないなって。いろんなとこね、世界各国行ってエデュケーションが整ってるところは中国人と日本人の違いとかね、これしたら相手は嫌がるやろうということをね知ってる国はね結構多いんですけど、やっぱりエデュケーションが整ってない国は、そういう人たちがまだたくさんいるんだなって感じですね。僕はね差別と受け止めるんでなくて、その国の人のエデュケーションが整ってないからこういうハプになってるんだなっていつも思うんですけど、いやしかし簡単にグアテマラに行けちゃう。It's just so many people, right? Yes. So how they do the toilet and those kind of things? The government provides some like the buses, restrooms, and they allow the people to stay here. はい、ということで今ですね、この国境の川でキャンプしている人にね、ちょっと話聞いてみたいなと思います。¿De dónde eres, hermano? De Venezuela. 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 ¿Cómo puedes venir aquí? ¿Cómo hice para venirme para acá? Sí, desde Venezuela. Mucho tiempo, ¿no? Luchándola, sí. Yo vengo, no, yo antes de estar en antes de venirme para acá, yo me fui para Chile. Oh, Y de okay. Chile yo atravesé todo, empecé lo que este sueño, porque esto es como un sueño, ¿sí me entiendes? Lo que hay es que lucharle y ponerle el empeño que de corazón, así uno no tenga plata, uno va para allá, uno va para adelante. Y de que bueno, nos toca vivir cosas, eso es una realidad que bueno, no podemos ocultar el sol con un dedo, Así eso tenga que caminar de que te un toca kilómetro caminar de kilómetros de cansado, ¿no? kilómetros, Claro, de si que ya te cruzamos toca- la selva ya no nos podemos rendir si estamos aquí al lado, ¿sí me entiendes? Ya de aquí no, bueno, ya uno se No, no siente, detiene igual nadie. es peligroso, para arriba es peligroso. Peligroso, Ya pero estamos ¿cuáles peligrosos? ¿Qué tipo de cosas? Son muchas cosas que no, yo no puedo nombrar ni por aquí porque no, es comprometedor, ¿sí me entiendes? ¿Cuánto tiempo tomaste? Nosotros tenemos viajando como cuánto, yo Dos vengo meses, con ya él tenemos juntos, 2 nosotros meses. venimos los dos juntos, venimos de Chile. 2 meses desde Y Chile. eso hemos pasado, bueno, yo en mi TikTok he subido todo eso, he subido donde pasé la selva, donde en Perú me tocó montarme en gandolas por allá con pues íbamos, ¿sí me entiendes? Nos tocó vivir una experiencia, cada quien la experiencia la vive cada persona, ¿sí me entiendes? Ujú. Cada persona vive su experiencia, hay personas que la secuestran, hay personas que bueno, no logran llegar aquí donde nosotros estamos, ¿sí me entiendes? Muchas personas que quedan en la selva buscando un sueño, ¿sí me entiendes? Pues uno ve muchas cosas, ¿sí me entiendes? Pero uno se aferra a la capacidad de uno y que uno va para adelante, uno va a lucharla porque ya uno quiere, ¿sí me entiendes? Otro estilo de vida, ya, bueno, Ujú. es fuerte, no, De todo, no puedes hasta el darle a tus maltrato, hijos, de ¿sí me todo, entiendes? porque al final uno trabaja, en todos esos países que he cruzado he trabajado como tú no tienes una idea, Así. de lo que sea, en ferretería, en restaurantes, y he trabajado como siempre, pero allí en Venezuela no se puede, Sí. no se puede.
se puede estar ya tranquilo, no se puede estar nada, tú no puedes andar por ahí tranquilo tampoco. Eso es una cosa de loco, Venezuela es una cosa de loco. También en México, porque estamos en México cruzando esto y esto también es una cosa de loco. Esto. Estamos en Chile primero y de allá yo dejé a mi esposa y a mi hijo, imagínense, para que no pasara esto, para que no viviera esto, para que no estuviera por aquí mi hijo con hambre y yo no haya que hacer buscando comida como loco, ¿sí me entiendes? Lo dejé allá tranquilo con su mamá. Yo quiero trabajar para ayudar a mi familia y está bien económicamente, mi hijo, llévamelo para allá si se puede, que no pase por aquí, que pase un avión, ¿sí me entiendes? Es una cosa que no se lo deseo a ninguna persona le deseo que pase esto. Aguantamos hambre, aguantamos sed, aguantamos cosas. Humillaciones de allá. De todo, robo hasta de los mismos policías, de sea, en cualquier frontera que de la selva para acá. Tienes que pagar tanto por pasar por aquí, tanto por allá, tanto por aquí. ¿Y por qué tanta plata? Si yo vengo caminando, yo déjeme pasar tranquilo. ¿Quieres hablar, hermano? Véngase para acá y hable aquí en la cámara. Diga ¿De dónde algo ahí. eres? De Ecuador. Ecuador. Sí. Ah, nice. ¿Tú hablas inglés o no? Español, ¿no? Español. Ok. ¿Y cuándo llegaste aquí? Ayer. Ayer. ¿Cuánto tiempo desde Ecuador aquí? Un No, mes. 15 días llevo. Sí, ¿y caminando o cómo? Caminando, autobuses. Autobús. Ujú. ¿Y qué tan difícil? ¿Qué cosas han sido difíciles en el camino? Para mí la selva del Darién. Darien's, Jangus. Claro. Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Tú viste a alguien muerto? Sí, Sí. infartado, Uf. con las piernas desocadas. Uf. ¿Y cuánto tiempo que caminaste? 2 días. porque 2 andaba días. solo, no andaba con niños porque con niños y mujeres se demoran más juntos. Y tienes que pagar, ¿no? Claro. ¿Cuánto cuesta? ¿Pagar cómo? A los Para entrar o como tienes que pagar el con... paquete completo Sí, sí. de Necoclí hasta Candil en las lanchas pagan un paquete completo de $360. Sí, 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 Mucho dinero. Mucho dinero, sí. Y pagar también a las personas que están en la selva lo que tú tienes, lo que puedes, si no te arrebatan los poquitos recursos que tienes. はい、まあ、彼らはですね、ここにですね、5日間、滞在中で、次ね、この町から、メキシコ政府が提供する無料のオートバスがあるみたいなんです。そのバスに乗って9個村を越えて次の目的地に目指すっていうことで、そのねバスがほんま頻繁にないみたいで、たまにしかないみたいで、それをここでねちょっとでも安く無料で行くために5泊して滞在してるみたいです。まあこんな感じでね、ここで料理して食べたり、これ何ですかね、料理してて火焚いて、で、シャワーはですねそこで浴びて、であそこに普通の国境が見えてみたいな感じですね。Ok, mucho gusto, hermano. Augusto Miguel, ¿De dónde eres? Venezuela, Venezuela. La Guaira, Oh, wow. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas de 2 ahí. semanas. Salí un lunes, Ajá. estoy aquí 2 semanas otro lunes. Ok. Solo eso, este es tu casa, ¿no? Sí, aquí estoy con un grupo de 5 personas. ¿Sí? Salí con un amigo de allá de Venezuela y nos encontramos un grupo en la selva y ahí estamos en convivencia nosotros, aquí ayudándonos unos con otros. Wow. ¿Siempre tú duermes aquí? Sí, a veces nos turnamos, por lo menos ayer me tocó dormir aquí y los otros muchachos aquí en las colchonetas que la estamos utilizando para secar la ropa. ¿Tuviste experiencia de como peligroso o algo así? En la selva nos robaron 2 veces, ¿Dónde? en la selva. ¿Qué robaron? Primero nos robaron dinero, un grupo armado que íbamos caminando por la selva y de repente escuchamos un disparo. Nos frenamos y salimos corriendo hacia atrás, pero el que estaba armado nos persiguió y nos llevó hacia como una loma y ahí nos robaron el dinero que teníamos. Y la segunda experiencia ahí habíamos acampado, al día siguiente salimos de nuevo como tempranito a las 6 de la mañana y ya a las 8 un grupo como de indígenas también nos robaron ahí. ¿Y ahora tienes dinero o no? No, ahorita estamos, aquí con el grupo estamos aportando todos para la comida Sí, sí, y sí. esperando el autobús para que nos adelante algunos pueblos. Mira, ahí llegó mi grupo. Hey. Oh, ¿cómo estás, bien? Shota, mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Javier, Javier, ¿dónde eres? de Venezuela. Venezuela. ¿Y tú? Hermano, Venezuela. Venezuela, qué chido. Oh, that's kind of... Este es mi grupo. Ahora les vamos a hacer famosos.
Chile TikTok. ¿Qué compraste? Ahí está, mire. Compramos maíz para hacer un arroz y pan para comer Arroz. ahorita con jamón. Oh, jamón. ¿Y tú cocinas? Sal. Sal. ¿Tú cocinas aquí? Sí, ahorita cocinamos por allá. Ah. Donde está ya el fuego encendido en las Sí, sí, brasas. sí, ahí. sí. ¿Para todos o para tus familias? Para mi familia, Tu familia, ok. ¿Cuántas personas tú viajas juntos? somos 6. 6 desde Venezuela, ¿no? Sí, ¿no?いや皆さん思ってたよりみんなめちゃめちゃフレンドリーやし、なんていうんですかね、初めは緊張してました。こんだけめちゃめちゃ人がおるし、違った想像してたのとは全く違う感じだったんで、でめちゃめちゃええ人おるし、そんな感じですね。お、車椅子で来てる人もいますよ。見てください。車椅子で腕で渡って国境を越えてる人もいます。あれも違法ですからね。すごいなこの国境の簡単さ。しかも何ですか、みんな助け合って国境を渡らそうとしてるって感じやもんね。で近くにですねボーダーパトロールとか警察とかもいるんですけど、全く気にしてないというね。で、今ね移民の人たちがめちゃめちゃ増えてる理由の一つにですね、大統領選挙が次行われて、もしかしたらトランプになるかもしれない。トランプになったらよりアメリカに行くのは難しくなるっていうことで、今のうちやっていうことで移民の人がもう急増してるみたいです。インタレスティンですよね。そういうねアメリカの政治情勢によってこのね移民の数が減ったり増えたりもするって感じらしいです。はい、ここではですねみんな、オートバス、次の町へ行くオートバス、無料のバスを待ってるみたいです。でもこのねバスはめちゃくちゃ危ないことが起こる可能性大の政府が提供した無料のバスみたいです。でこんな感じで待ってますね。ものすごい人です。もう順番待ちで1週間とか待つ人もおるし、長い人で2週間とか待つ人もいるみたいです。ハプニングね。皆さんなんかいきなりですねガンを持ったメキシコのアーミーが来たってことですね。やばい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 、これはいかついぞ。What's the problem? It's not a problem. They just Checking. gonna check. Oh my god. 怖すぎて言葉が出ません。I thought it's a gang war, it's starting, you know? No, no, not at all. Oh my god. 恐ろしすぎやろ、いきなりですよ。いきなりこんな感じで規制が来るっていう。So it's kind of like an everyday happening, like a checking the people and stuff like this. Army come to the news, checking. I don't know if every day, but it's important for the government, like, have control of the area. Yeah, for security, right? Yes. 見てください、銃、機関銃ですよ。もういつでもどこでも撃てるって感じです。すごいな。はい、国境でね、あそこみんなキャンプしてるところの横に、ここがですね普通のイミグレーションなんですけど、ほとんど使用してる人がいないなって感じです。このイミグレーションある意味あるっていう感じですね。はい、ということでちょっと場所を移動してきたんですけど、あんまりね一つの場所にいると移民の方たちもね言ってた通り、このメキシコからめちゃめちゃ危険ゾーンになるということで、この町もですねカルテルに所有されてるみたいで、こうやってねストリートフードとか売ってる人たちはカルテルにつながっていることが多いみたいで、でねカルテルにバレるんだけはまずいんで、今晩ですねこの町にね滞在一晩して行こうかなと思うんですけど。はい、ということで今回はですねこのホテルに滞在するって感じです。夜はですねほんまカルテルが活発になる時みたいで、この町もカルテルに所有されているということで、夜の10時以降の外出は禁止、外出する者がいれば、痛い目合うということみたいです。昨日もですね、カルテルの襲撃が一軒家あってですね、その家の家族はですね、みんな、行方不明ということみたいです。現在もねなんかねいろんな、ね、スラムとかそういうとこ行ってきたんですけど、また全然違う。なんか今までですねカルテルのこととかネットとかあとね映画とかで見てきたんですけど、ほんまに真横身近にある迫ってると思うとですねもう感覚が全然違いますね。Welcome. Welcome. Shota. Okay, that's our room tonight. Okay, 3 bed with the air condition. That's good. And good TVs. We have the best hotel in town. Best hotel in the town. Yes. But it's very scary to sleep like dense, like outside because cartel is very active, so right? Yes. Mhm. Yes. We better do like. We're gonna try to have a walk later, but we need to be careful about
about it. Yeah, because local Mexican people say it's a Jews, right? Yes. Have to respect Just them. yesterday was Happening. a shooting. はい、ということで今なんですけど、夜ご飯を食べにやってきて、現在の時刻夜9時っていうことで、10時までにねカルテルのルールで帰らないといけないということなんで、それまでねちょっと夜どんな感じなんかなって見ていきたいなと思うんですけど、ここはですねダウンタウンのもう中心街、そこの公園にですねいろんな移民の人たちがこうやってね集まってるって感じですね。でここにテント張って生活してる人たちもいるなって感じですね。夜もなんか結構活気あるね、いろんなところでミュージック流れとったり、すごい感じだな。So many people。ここはほんまダウンタウンの一部ですよ。こんな感じで生活、テントない人もねたくさんいらっしゃるんで、テントある人もいるし、テントない人はこんな感じでね、この台みたいなところ、舞台みたいなところでみんなくつろいでるって感じですね。夜の光景すごいな。Everyone making a fires, like just doing campings, right? But you don't know what's gonna happen at night, right? But it seems like everyone is together and safe around here. I think the dangerous part is like walking alone in the city. ¿Cómo estás? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Cómo van? Buenas, buenas. ¿Ya descansando o qué? Sí, ya. Comidito, mira la comida, ¿Sí? Ya, ya. ¿Qué comiste? Arroz con pollo. Arroz con pollos. Wow. Está Oh, calentito. es caliente, ¿no? Hágale, pruebe. Si quieres Wow. probarlo. ¿Sí? Sí, claro. Ok. Comida venezolana. Sabe un poquito humo, pero. Comida venezolana. Sí. Sí, no, esto es venezolano. Ahumado. Right. Estilo, sí. Arroz, pollo. Cebolla. Cebolla. Juguito Maggi. Y un maruchan. Bien. Está sabroso. Un maruchan, pero mejor. Pruébelo, pruébelo. A ver. ¿Cuándo te vas? ¿Mañana o no? Realmente bueno, ¿no? Todavía falta, pero bueno, con paciencia todo sale bien. ¿Cuántos tiempos Un mes. tú caminas por un día? ¿Como 8 horas o Como, sí, 8 horas. 8 horas cada día? Caminamos de 6 a 6. 12 horas más o menos. Uy. 8, 12 horas. Está cabrón si es una buena caminata. Dependiendo del sol. Sí, ¿no? Y también lo del tiempo que pierde descansando, pero si nos despertamos a las 6, terminamos. Aprovechar el caminando a las clima bajito de la mañana, ¿no? Sí, justo nos estaban platicando. Aquí la gente de Ciudad Hidalgo nos está diciendo que justo ayer hubo un tiroteo. O sea, ¿qué piensan que el cartel puede hacer? O sea, ¿cuál es en lo que realmente se están cuidando? Los comentarios que se ven por Lo que Por Lo la que la gente calle. dice. lo que mucha gente dice, secuestro, extorsión, violencia. Y pues ese es el miedo que le da a uno de salir, porque de no tener miedo, pues ya uno estuviera en Pachula, más allá, no sé, en Ciudad de México, ya uno fuera llegado. Sí, porque- Dicen que cuando por lo menos va subiendo por ahí y entonces algún cartel te secuestra, lo que hacen es revisar del teléfono a ver si tienes comunicación con alguna persona del extranjero, de allá, del +1. A ver, dámelo, yo lo alumbro. si quieres. Cuando llegas ahí y te revisan el teléfono y tienes una comunicación con alguna persona de esas, le empiezan a escribir a aquella persona y empiezan a extorsionarla de que van a matar a la persona que tienen secuestrada si no envías dinero. Entonces es como que ese es el miedo, de que lleguemos allá y si no tienes ninguna comunicación y no tienes dinero, también te corre el riesgo de que la persona que te secuestró te mate porque no tienes nada que entregarle. Ya. Entonces, Ese es el nuestro miedo más miedo. grande de todos los migrantes, el asesinato. Claro. 彼はですねパナマとコロンビアのジャングルをね渡ってた時にめちゃめちゃたくさんの、中国人を見たということで、そう、hay China mucho, ¿no? Allá. Mucho, bastante. ¿Ah, sí? Igual sí, bastante migrando. Ah, sí. Los roban también, les Sí. quitan la plata. Entonces tiene más dinero, paga más y más seguro. Más seguro. Cuchillo no lo tengo. Okay. La cuchara. まあね、ここにねいる人みんな言うんですけど、中国人がめちゃめちゃ増えてるっていう話で、彼らはお金持ってるんで、そのパッケージとかもですね、彼らより余分に支払って安全な道を行くっていうことで、彼らに比べて死人も少ないし、お金どれだけ払うかによって、
なんですかね、どれだけ安全に行けるかっていうのも変わるみたいです。So, has visto la gente china muerto también o no? Así, Bastante por allá. bastante. Se consiguen en el río flotando así, Uy, feo. sí. で一番びっくりしたのがですね、みんなここからですね、アメリカに向かってアメリカの国境をですね、不法で越えるのか、それとも、申請して難民申請して越えるのかっていうのは今の現段階では決まってないらしくて、彼らにとって、違法で入国するのか、正当な感じで入国するのかっていうのはもうどうでもいい、ただ単にその国境を越えれてアメリカに行ければいいっていう感じみたいです。でですね、お金を払えばもう何とでもなる世界ということで、このね今いる町にはですねあまり中国人とかいないんですけど、なんでいないのかって聞いてみたらですね、彼らはお金をあそこにいるベネズエラの人より何十倍っていうお金を払ってるんで、コロンビアからパナマ抜けてパナマから一気にですね、ここまでじゃなくてメキシコの国境まで行ったりするみたいで、どこに滞在しているのって聞いたらホテルとか、そういったスイーツなんで、なんですかね、移民の旅もですねお金を払えばファーストクラスになるっていう感じみたいです。すごくないですか？はい、ということで夜ご飯はこのねセンターのど真ん中でいただきたいなと思います。値段はどんな感じなんでしょうかね。メキシコシティとかよりだいぶ安いですかね。¿Cuánto cuesta uno de taco? ¿Cuánto cuesta uno taco? 15 pesos. Ah, es más barato que Ciudad de México, todo eso es más barato, ¿no? Aquí. Ok. Why laughing? I don't know, I'm so tired. You're so tired because you're so nervous, you know what's gonna happen, right? はい、さて、これがですね、移民の人たちがこの国境で食べるご飯ということで、こんな感じですね。一つ15ペソのタコスでございます。いただきます。We haven't eaten any food. Very hungry. はい、ということで皆さんおはようございます。一夜無事越えまして、今日はですね、ワテマラとメキシコの国境からアメリカの国境に向けて行こうかなと思ってるんですけど、移民の方々はですね、人によって生き方が違うみたいで、お金の経済力にもよっても、たくさんの人はオートバスに乗って政府が提供するね、とある町まで行くみたいなんですけど、そのオートバスはですね撮影無理っていうことなんで、行けるかどうかわからないですけど、いろんな人なんかそのねタクシーみたいなの乗って行く人もおれば、ハイエースみたいななんか詰め込み式のバンに乗って行く人もおればみたいな感じなんで、とりあえずここからみんな北上していくっていう感じなんで、行き方は様々あると思うんですけど、皆さんこれがですね、政府が提供する無料で行けるオートバスみたいです。なのでね、残念ながら僕は移民じゃないんで一緒に乗れないみたいです。みんなですね、事前に予約して、乗っていくみたいです。Where are you from? I'm from Ethiopia. And you? Ethiopia? Yes. Nice. I went to Jamaica and then people want to go back to Ethiopia, man. Yeah, bro. Thank you. You going to Estados Unidos? Yeah, USA. Yes. Oh, wow. So why, you decided to, go to USA? Yes, because our country is fighting. Fighting a war. Yeah, it's very problem. Where did you start? Ethiopia to where did you go? Ethiopia to Brazil. Brazil. Brazil, Brazil. Peru, Mm-hmm. Ecuador, Ecuador. Colombia, Panama. and the mountain. And the mountain. Yeah, it's very big problem. Big problem. Why? Yeah, I go in the mountain. Oh, you cut your Yeah, foot. Yeah, Oh. it's getting too much. So do you think? みんなほんま必死やな。インタビュー中やけど、関係ないな。That guy is he's from Ethiopia. Yes, I hear it. Yeah. Yeah. And Incredible, right? yeah. He's so far from his home. Everywhere. Yeah. Every country try to go to USA. It's crazy. Yeah. Yes. But I think that most of the people doesn't know the reality in the life in American life. I feel so too because I went to USA 3 months. Like for me, I wouldn't wanna live there. But my situation is different. But for there, it's a good money, but I think expensive. It's a lot about the movies. The people have I think so too. the ideas of America, but Yeah.
there is fiction. Exactly, like it's different as I expected, right? But at the same time, Mhm. imagine the violence and the poverty exists in these countries. Mhm. Sometimes it's better just go away. Yeah. And America looks like a dream, Mhm. but the first thing is trying to go out of the poverty or trying to go out of the violence. Yeah, that's true. Because I and them is quite different situation. That's why I feel maybe different. Yes. But they never know if they don't go, so they get there and they're gonna realize, right? Yeah, true. 今ですね、ベネズエラからこの国境の町まで来た家族と出会いまして、いっぱい話しまして、ワテマラでですねめちゃめちゃひどい仕打ちを受けたということで、警察に、子供を誘拐されてネトをつかれて、でお金全部盗まれて、今現在この地に来て5日間、政府が提供する無料のバスでアメリカを目指そうとしてるみたいなんですけど、なかなか順番が回ってこないということで、5日間待ってるっていう感じで、今回ね、この町の近くに大きい町があって、その大きい町まで行くと結構ね、いろんな行き道が広がる電車に乗れたり、電車もね違法なんですけど、バスに乗れたりするみたいなんで、彼らをですね、その大きい町まで送ってあげたいなと思います。¿Por qué te quieres irte a Estados Unidos? Para un futuro para mis hijos y mi familia. ¿Y quieres trabajar allá? Sí, quiero trabajar. Sí. Después de Guatemala, ¿cuánto cuesta tienes ahora? ¿Dinero? Sí. Dinero no tengo. No, nada. Nada. Solamente tengo a Dios por delante. Entonces esperando autobús, ¿no? Porque es gratis, ¿no? Sí. はい、ということで今タクシーに乗り込んだんですけど、タクシーのおっちゃんもですね、ほとんどの人が移民を乗せたくないと。その理由に道中にですね、めちゃくちゃイミグレーションというかチェックポイントがあるみたいで、そのチェックポイントにタクシーのうんちゃんが移民を乗せてると、それは違法ということで、カルテルとかマフィアとかに目をつけられて、その人は職を失うということで、現状どうやっていくのかというと、今タクシーに乗ってて、チェックポイントが見つかったら、そのチェックポイントの手前で降りて、そこから、一緒に歩いて、でそのチェックポイントを越えてまたタクシーに乗り込んで行くみたいな感じです。¿Cuántos años? ¿El niño? Sí. Tiene 6 meses. ¿Sí? Sí. Oh. Ese sí ha sido un guerrero. 6 meses. Un guerrerito. ¿Sí? Es guerrero. ¿Sí? Sí. Hola, ¿cómo estás? Habla nada, ¿no? Todavía, ¿no? No. Está pequeño todavía. Sí, ¿no? ¿Y cómo te vas desde Tapachuras, después de Tapachuras? Todavía no sé. No se sabe. No sabía, sí. No sé. A menos que caminando cada pueblo. Porque no tengo dinero. Sí, pero peligroso, ¿no? Caminando. Dicen que hay también otra Porque hay mucho calor, hace mucho calor, Sí. especialmente bebé. El bebé. Ah, el bebé. Sí, ¿no? Sí, bastante. Sí. ¿Tú compraste eso o no? Sí, ¿Sí? yo lo compré. Para él. Para él. Sí, él come mucho. Sí, ¿no? Tiene una Temuco, la Araucanía. Es súper frío. Pero bueno, que come lo que le deis. Es de leche, ¿no? Tenía mucho tiempo que no Sí, comía. es. Dice vaquita. Ok. Sabor a vainilla. Oh, vainilas, ok. Es como un alimento instantáneo. そう、今なんですけど、彼らね、何持ってるのってこれ見せてもらったんですよ。これ何だと思います皆さん。バイブルみたいです。バイブルを常に手に持って、もう命がけでね、どうなるかわからない状況のとこ、このね、バイブルで、神からの助けがあるっていうことで、これをずっと持ち歩いてるみたいです。いや、なんかいろんなところでね、宗教のこととか勉強したんですけど、なんかね、この家族がですね、このバイブルを常に持ってて、危険な時とかもずっと見てるっていうのを、ずっと神からのお告げを得てるっていう話を聞くと、宗教のなんか深さというか、自分にとって守ってくれるというより、なんていうんですかね、勇気づけれてるというか、そんな感じのなんかフィーリングが読み取れますね。Gracias. Te ayuda mucho. Claro. Sí. Te ayuda a mejorar tu vida. Cristo es todo Dios. はい、ということで皆さん今タクシーを降りまして、あそこにですねチェックポイントがあるっていうことで、こんな感じですね。道を歩いてる感じですね。いや、めちゃくちゃ暑いわ。このメキシコの国境からアメリカの国境まで歩いていく人もおるっていうことで、これはきついぞ。
もうなんかコンクリートのこの熱気がですね、もう跳ね返ってきてる感じなんで、もう息ができないって感じです。やば。We're gonna pasando aquí? Ya vaina. Pasando aquí, ¿sí? Mejor no. ¿Qué? そう、彼女らはですね、もし警察にバレた。で、警察にバレても気にしないところもあるみたいなんですけど、もしバレて、まずい方向に向かったら、彼らはですね、ベネズエラに、強制送還されるっていうことで、もう絶対にバレてはいけないと。そう、今ね、チェックポイントのところの横に降りてきたんですけど、なんかね、全然分からへん。イミグレーションに見つかったら強制送還されるチェックポイントもあれば、ここはですね、チェックポイントなんか移民の人たちを手助けするチェックポイントみたいな感じで、そのチェックポイントによっても全然違うっていう感じで難しい。だから2つのチェックポイントがある。移民を捕まえて強制送還させるチェックポイントと、こんな感じで移民たちをヘルプするチェックポイントがあったりみたいな。いやー、なんともなんかなかなか理解しにくい状況ですね。Sí, mucho gusto, sí. Suerte, ¿no? Suerte. Suerte no, éxito. 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 Éxito mejor. Ok. Ok, éxito. Chido. Hasta luego. Hasta luego, Dios Cuídate te lo pague. mucho. Dios te lo pague. Sí, sí, sí. Cuídate mucho. Gracias. はい、ということで皆さん着きました。ここがですね、タパチュラっていう町ですね。約1時間ちょい、1時間半ぐらいかかったんですけど、もうほんまこんだけ行っただけなのに道のりめちゃくちゃ長いという。で、まだほんまなんでどうなってるのかっていうのがわからないのが、メキシコ政府の在り方。移民の人たちを捕まえて強制送還させたいのか、それともヘルプしたいのか。今までの道のりではこう2つ見えたって感じですね。ボランティアと協力して政府がですね、移民を助けてる光景と、政府が警察と一緒に移民を捕まえて強制送還させてる、この2つの顔が見えてるんでね、メキシコ政府は一体どのようにしたいのかっていうのは今のところまだ見えてないって感じでございます。ここのね、タパチュラはですね、前の町に比べてちょっと大きいんで、でもね、移民の人たちがめちゃめちゃいるなって感じです。特にですね、いろんな人種の移民の人たちが集まってるなっていう印象でですね、でも警察とか、アーミーとかもその辺にうろうろいるんですけど、全く移民の人たちのことを気にしてないなっていう感じで、捕まえたりしてる状況もないって感じですかね。で、さっきね、タクシー乗ってた時に聞いた話なんですけど、もうワテマラで受けた仕打ちがもうえげつなすぎて、警察はですね、ほんまもう金品だけをかっさらっていくっていうことで、彼らのね、カバンとか全部もう強制で取り上げてお金だけ取って、で女性にはものすごいひどいことしてるみたいでですね、ワテマラの警察は女性の体を触りまくってお金どこ隠してるのかっていうのをチェックしてですね、ひどい警察とかやったら女性の下着全部脱がしてお金をどこに隠してるのかって、そこまでチェックするみたいです。彼女らはされてないんですけど、彼女の友達はですね、下のあそこの部分にも触れてですね、警察がですよ、警察が女性のあそこに触れてお金を探すと。彼が持ってったですね、バイブルとかそんなんはお金にならないからっていうのでポイ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 捨ててお金だけかっさらっていくっていう現状みたいです。ワテマラひどいな。でもワテマラの警察みんながみんなじゃないんですけど、もう 95% のワテマラの警察はそんな感じみたいです。はい、ということで、この町からですね、移民の人たちはいろんなルートでアメリカの国境を目指すっていうことで、ちょっとね、情報収集したいなと思います。はい、ということで今日はですね、一日全く進まなかった日になったんですけど、周りから、オートバスに乗って一つの町まで行けることが分かったんですけど、そっから全く情報がないっていうね、警察の人、軍の人、移民の人、みんな言うことがバラバラでですね、どれが正しい情報なのか分からない。その中、カルテルがいます、警察がいます。人隣り合わせで、もし警察にバレたら
国に強制送還させられるプレッシャーの中、正しい情報を選択していかなければならない。いや移民の人がね、長い人だったら6ヶ月かかるっていうのがね、分かるような気がします。アメリカの国境、近いように見えてめちゃくちゃ遠いです。そんな現場の雰囲気ですね。もうちょっとね、僕らはもう情報収集してこれから先に進みたいなと、今思っております。これは命がけだけの言葉じゃ済まないです。えげつない、過酷な労働でございます。はい、皆さんおはようございます。昨晩いろんな人に聞き込みをしまして、ようやく情報を得ました。少し前まではですね、移民たちはメキシコ南部から電車の上に違法で乗車し、アメリカの国境付近まで行ってたみたいなんですけど、メキシコ南部では電車路線が廃線になって、現在はですね、メキシコシティ北部付近からしかアメリカの国境まで違法電車に乗れないってことで、2024年4月現在ある移民たちの選択は2択。メキシコシティまでの約1000キロの道のりを歩いていくのか、それともバスに乗っていくのか。そしてなぜか現在メキシコでは移民たちで溢れ返っているとのことで、今からですね、実際にメキシコシティへ、行ってみたいなと思います。ということで今なんですけど、メキシコシティから約1時間ウェウナカっていうところに来てるんですけど、ここからですね、移民の人たちが電車に乗って北上するらしいんですけど、今回ね、ルイス君の友達のルーカス君がですね、移民の人たちをサポートする団体で働いてるっていうことで。So from here you say very dangerous, right? Yes, this is a place very dangerous because this is a zone that it has by cartels. So when the migrants come here, they have the risk that they can be kidnapping. So like what happened like if migrant don't have a money, what they gonna do? Cartel kidnap and what they gonna do? They have two options. They work like forces, or sometimes they kill the persons. Okay. Generally, how much cartel charge for the migrant? Cartels always ask for the migrants. All depends which nationality are. Okay. Cost can be from $100, $10,000, $20,000. Okay. でね、今ね、彼に話してて教えてもらったんですけど、なんで移民の人たちはこのメキシコシティに向かっているのかっていう謎が解けましてですね、この移民の人たちはですね、このメキシコシティでアメリカの政府が提供するドキュメント、アプリケーション、難民登録であったり、そういうのをするためにこのね、メキシコシティに来て、そのアプリケーションをすると。でもそのアプリケーションにかかる時間がめちゃくちゃかかるっていうことで、その影響で、トレインに乗ったり、するみたいなんですけど、その、ね、アプリケーションがあればですね、メキシコとアメリカのボーダーまで行けて、でそこからですね、合法でアメリカに入れると。そっちの方がリスクも低いしっていうことみたいなんですけど、彼曰くですね、そのアプリケーションをアメリカが提供するアプリケーションを取ってもですね、メキシコの政府はそのアプリケーションを潰してしまうと。Mexican government they take the application, right? Migrant applications to break down, you say? There are a lot of documents that gives the Mexican government in the south to the people for being legal in this country. But when they go to the north, many of the agents of Duto Nacional de Migración, they break the papers. They break the paper of the United States or? The both. Both, the ones that they give into the south, they give the papers. They are official papers. And when they arrive in the north, the other agents in the north, they see the papers and they this is not official. And they Why break they it break in their that? face. They do this, they break it and take them into the jail and they return to the south of the country. So they have to start again to travel to all Mexico and to spend money to give to all agents that they Okay, so intercept in the way.
way. So that's kind of like a Mexican government also trying to do the business with the migrant. Is that correct? It's Like a big business. that's also United States government. They know they are involved also. Always they know because they Always have they all, know. they have all the information, but they don't do nothing. まあ、今回のね問題はねめちゃめちゃ複雑でもうほんま、コミュニケーションの問題もあるしなかなかねうまいこと説明できないんですけど3つの巨大な勢力があるアメリカガバメントとメキシコガバメントとカルテル。アメリカのガバメントは何が欲しいのかというと彼らも、移民が必要。それは、アメリカで、仕事させるためでアメリカのガバメントはみんないらんと。どんな人が欲しいのかというと貧しければ貧しい人ほどアメリカの中に入ってきたらアメリカの中で、スレイブ奴隷同然に働かすことができる。貧しい人ほど一生懸命働くし家族のために働く。でアメリカでどういった感じで働かされてるのかというとミニマムウェイジなんていうんですかね合法じゃなくて非合法でものすごい劣悪な環境誰も働きたくないような環境で、アメリカ政府は移民たちを働かせたい。だから彼はですね、今ねアメリカでは、奴隷制度はなくなってるけど奴隷制度は表上ないけど裏ではめちゃくちゃ残ってると。でメキシコ政府は何がしたいのかというとメキシコ政府はその移民たちでビジネスをしたいと。でカルテルも移民たちを使ったビジネスをしたいという感じでこの3つの勢力がうまいこと、一緒に働いてるっていう感じみたいです。So migrant it's very difficult to go to United States now. Yes. Because this alliance of work between the government of Mexico and the cartels, they have the control of all the route, all the way to the United States. In every part of Mexico, the cartels are doing their job. They always are watching how many migrants are, how many people comes in the train, how many people comes in the bus. All the system for contain migration works perfectly. なんかニュースとかでね移民問題を解決しようとかこれ絶対嘘やなって彼の話に聞いてて思います。この移民問題をうまくしてお金を稼ごうとしてるんだなってこの3つの三大勢力がうまいこと利用して、そんな感じの印象です。今話聞いててえげつないな。So do you think the migrant doesn't have a right, human right? No. Right? Nothing. No, that don't exist in Mexico. 南の方でですね移民の人たちは全く情報なく Go with the flow で、移動してるっていう話をしたんですけどそれもですねメキシコ政府アメリカ政府が手向けたことでですね情報を持たさないことによって移民をコントロールしやすい。プラスですね、SNS とかのツールを使って、例えば子連れの親子は今アメリカの国境を通りやすいですよとかいう情報を流して移民をコントロールしてると。これもね全てアメリカ政府、メキシコ政府の選挙のための例えばですね、移民をコントロールできることによって今回、大統領選挙でテキサス州の票が少ない今回テキサスで票が欲しいってなった時にですねあえてその移民をですねテキサスの方に送って、問題を作る。テキサスでは移民問題が、多発してます、それを解決することによって僕はこういう移民問題を解決しましたという選挙の武器になる。そういったことに移民は使われているということみたいです。この近くにですね警察の見張りがめちゃくちゃあって、今ね移民の人たちはこの電車に乗ろうとしてるんですけど乗れないって感じです。警察があまりにもいすぎて。This army, oh my god, look at this huge army。 はいということで今来たのがですねここがですね移民の人たちがこうやってね電車に乗り込む場所なんですけど今のところ移民の人は全く見てないって感じです。誰かおるあそこに。ほら¿Van a subir al tren? ¿Y por qué no se van en las tolvas? Porque estos son más peligrosos, ¿no? ¿Cuáles son las tolvas? Las tolvas son las que traen... ¿De dónde son? Venezuela. Venezuela. Bien. Y te vas a Estados Unidos, ¿no? Sí. Sí.
¿Cuánto tiempo esperando? Uf, de ayer estamos, Sí. pero hemos caminado bastante. Ah, ¿Desde dónde vinieron caminando? De Ciudad Hidalgo, algo así. Huichipán. Ajá. ujú. ¿Y cómo ¿Y llegaron? solo caminando? Hemos caminado bastante. Ah, Puro caminando porque es que nosotros no venimos sin dinero. ¿Te ayudo? ajá. Sí, yo puedo ayudar también. Gracias. ¿Eres? ¿Está bien? Gina, Jena, mucho gusto. un placer. こんな感じでね、今アーミーがこの電車誰が乗ってるのかっていうのをチェックしてるって感じですかね。向こう側に移民の人がいますね。あれはアーミーなのか。でめちゃくちゃでかい銃持った。でこうやって見回りしている横にですね、移民の人たちがいるって感じですね。ですごい緊張した雰囲気に空気に子供も一緒にいるって感じですね。そう今なんですけど、彼らがね滞在する、シェルターどんな感じなんかなというのをね見せてくれるみたいなんで、ここでみんな、コンディションがいい電車が来るのを待ってるっていう感じみたいなんで、わーすごいね。この辺で子供たちが遊ぶ運動場みたいなのもあるし、すごいな。でもね、こうやってね、周りはすごいセキュリティでガードされてるなって感じです。Hey bro, sometimes the cartel attack like here. Here is like like it's a place, the church place. The cartel don't attack. But you told me like your shelter got attacked by cartels. In our shelters, yes, in Huehuetocas. But when it's a church, it's difficult for the religion. The cartel stops. Oh, okay. And Oh, say, so respect that. They okay, respect. It's clergyman. Oh, okay. Stop. They respect the church Right, they respect the church. because they believe in God. Yeah, same. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde eres? Guatemala. Guatemala. ¿Y quieres irte a Estados Unidos también? Sí, ¿no? Guatemala. Wow. Hola, ¿cómo estás? Shota, mucho gusto. Mucho gusto, ¿De dónde eres? Honduras. Honduras, oh, qué bien. ¿Y quieres ir a Estados Unidos también? Sí. Sí, esperando tu tren. Sí. Sí, wow. Buenos lugares, ¿eh? ¿Está bien? こんな感じでここにトイレもあって見てください。すごいな。犬もおるけどこんなところでみんなシェルターで生活してるみたいです。でこっちはベッドですね。バックパッカースタイルでめちゃめちゃたくさんのベッドが並んであるって感じ。Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? So, tú quieres tomar la tren esta noche, ¿no? A las 9 o algo así. ¿Por qué tú quieres tomar la tren en la noche? Como le digo, es más fácil porque vamos en la esconda de migración. Inmigración. Sí, Porque hay más inmigración ahora, ¿no? Ahorita en el día hay más migración. Pero en la noche hay cartel, ¿no? A veces. ¿Cómo dice? ¿Carteles? Sí. Sí, ¿no? Ay, que se suelen asaltar cosas. Sí. ¿Y esta para dónde? Para norte de México. Sí, pero no sé hasta dónde llega. Y depende de tren diferente, ¿no? Sí. Okay. Eso sí no sé por dónde llega. Bueno, uno no sabe a dónde llega ahí, uno solo se sube y se baja donde hay migración o hasta donde el tren llega. ¿Y cuánto llevas desde Honduras? 3 meses. 3 meses. Sí, salí el 3 de enero. ¿Cómo puedes ganar de dinero? ¿Tú trabajas a veces en México? Sí, me he quedado trabajando. Estuve un mes trabajando en Chiapas. Ahí en ¿sí? Palenque. Estuve otro mes trabajando acá en Oaxaca. Ok. Así me venía. Entonces tú ganas dinero y tú ganas dinero y viajar, ganas dinero, viajar como así. Sí, así. Trabajo, gano mi dinerito, ahorro y con eso avanzo. Sí, entiendo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Aquí cocina. Oh, wow. Wow. こんな感じでキッチンもあって、ここでみんな料理するって感じらしいです。共同生活してるんや。みんなでここでね、助け合って生活してる感じですね。で、電車が来るのを待ってると。安全な場所で。
¿Por qué tú quieres ayudar a la gente? Es de la iglesia. Iglesia. De la iglesia católica. Ujú. Es Huichapan y 32 pueblos. De los 32 pueblos, todos traen su granito de arena para la ayuda humanitaria. Ujú. Sí, sí, sí. No salgan. ¿Vas a muchachos, bueno, ¿Vas a tomar o? No, vamos para allá. Bueno, Pero como- yo les recomiendo que ahorita espérense una hora ya que se vayan. Ya se van a comer y todo Eso eso. también es pendiente que no se monten en el tren. ¿Eh? Cuando yo vine, ahorita llegué. Ahorita por necios te van a agarrar y te van a deportar. No, pero yo Nosotros no nos vamos por aquí. Sí. Pues te vayas por allá, te van a agarrar donde te vean. Ahorita mejor aguántense una hora que ya los güeyes se vayan a comer y se les vaya el tiempo ahorita. Esperemos a ver. Sí, Vamos a ¿para qué hacerlo. van ahorita a entregarse solos? Pues aunque vayas a esquivar por acá o por donde vayas, pues, a lo mejor hasta te esperan ahí en Huichapan, en la combi. O sea, pues no hay prisa, ¿cuál prisa llevan? Pues Estados Unidos no se va a mover de ahí. Sí, ese no se mueve, ese. Sí. Es por su seguridad de ellos. Sí, exactamente. Ahorita ellos, el coraje que dicen, están de necios que se quieren subir al tren, Ujú. Así que ahorita se pusieron suavecitos porque vieron poquitos, pero luego ya llegan y los amenazan. Los vamos a agarrar, los vamos a detener y los vamos a deportar. Pues bastante cruel, ¿no? Sí, sí. Es crueldad eso. Pero bueno, pues ¿qué le hacemos? Tratamos de ayudarlos un poquito para un respiro, un alivio, para que continúen su camino, su andar. Ya debe de venir por ahí. Mucho tren pasa aquí, ¿no? 10 trenes al día. 10? 10. でね、移民の人たちはですね、このね、電車に上に乗ることは違法なんですけど、この電車の上に乗って国境まで目指すっていうことで、まあその理由としてバス乗るとかなりリスクがあるみたいです。まあお金もかかるし、いっぱいね、いろんな人に聞いてバス乗って、バスはね、政府がコントロールしてるんでどこに行くのかって分かってるんで、まあ途中でですね、カルテルところに、襲われて、で、お金だけ取られたり、まあイミグレーションとかね、今あっちにいらっしゃるんですけど、イミグレーションに捕まってお金だけ取られて、メキシコの南まで強制送還させられたり、するみたいです。なんか移民の人たち見てたらですね、なんか人間も脳が発達して知性があっても結局はライオンと同じ動物なんだなと、生き残るために、飯があるところに行く、家族のため、子供を食わしていくために自分たちが飯食えるところに移動していく、なんかそんな感じがして仕方がないです。なんで人間も動物も植物もみんなこの地球上に存在するものは、僕らがね知らないうちになんかサバイバルゲームに参加してるんだなって、ものすごいね移民たちの人のこのね本能を見てめちゃめちゃ思います。いやー、まあ僕もね彼らの同じ立場に立ってないんでどれだけのものなのかってわからないんですけど、もう彼らも生きようとほんま必死に毎日生活してるんだな、サバイバルゲームに参加してるんだなとめちゃめちゃ思いますね。まあ僕らもね日本で生活してても知らず知らずのうちにサバイバルゲームに参加してるとも思いますし、このね移民の人たち見てたら生き残るためにお金稼いだり生き残るために仕事したりみたいなね。いやー、これがでもね地球のシステムかもしれないですね、サバイバルゲーム。こんな感じで境界線ですね、移民の人たちがいて、その前にはイミグレーションの人たち、アーミーですかねが立ってるって感じです。行かせんぞみたいな。でも他の人、前に乗ってきた人はもう乗ってたんですけど、乗るまでが大変かなっていう感じです。はい、まあね、電車で今回ね、彼らはリスクがあるので乗らなかったみたいです。まあ、イミグレーションもいますし、まあ、リスクとしてはですね、この電車に乗って何時間もこの電車の上に乗るっていうことで、まあ、脱水症状になってそのまま亡くなる人もいれば、子供なんかはね、電車の上から落ちてですね、亡くなる人もいれば、でもそれ以上に一番、死因の原因がですね、カルテルに誘拐されて、お金請求されて、
でお金払えんかったらそのまま殺されると。で殺されてですね、メキシコには秘密のお墓っていうところがあるみたいで、その秘密のお墓に、もうね世間には公表されないまま消されるっていうね事件が多発してるみたいです。いやもう彼らもですね、もう生と死、もう生きるか死ぬかの世界なんで、もう一歩踏み出すか踏み出さないのかっていうのがかなり重大な決断ということで、人によってはね長い2ヶ月ここで待ってる人もいれば、もう彼らもですね、2週間待っててもう待ちきれん、もう行かなっていうことで、今回ね行こうと試みたんですけど一歩踏み出せなかったということで、次ね、また電車が来るかもしれないんで、タイミングを見計らって電車に乗るっていう感じです。電車がね、去るとですねアーミーとかイミグレーションの人もみんな帰っていくっていう感じなんで。この行き方なんですけど、その難民の申請して行く方法もある。で申請なんでしないの？申請したらイミグレーションとかに関係なく安全に行けるのなんでしないのって聞いてみたらですね、それはですねアプリケーションは移民が多すぎていつ自分の番が来るかわからない。人によっては1年待たされる人もいれば2日で行ける人もおればみたいな感じでですね、でその待ってる間はですねお金自分たちもう今ないんで、そのメキシコシティとかで、違法で働くっていう感じみたいなんですけど、彼らの経験にですね、例えば1時間、時給1000円あげるからって言って、何時間も働いて給料日になったらそのお金をごまかされて全く言ってたことと違う給料を支払われたり、あとメキシコではですねものすごいレイシズム、差別があるみたいでですね、彼がどこの出身なのか、どこの国から来たのかによってですねものすごい扱いがひどかったりするみたいでですね、そういったことからもう彼らはですねそういうアプリケーションを取って待って、しんどい思いする、なんですかね、ひどい扱いを受けるまでにもう電車とかに乗ってもう今すぐ、アメリカの国境に行きたいということからこう、ね、アプリケーションっていう選択肢もあるんですけど、そっちには行かないっていう道みたいです。はい、今回ですねこの移民問題生で見てみてですね、政府はコントロールしようと思えばこの移民問題超簡単にコントロールできるなと。逆にアメリカ政府、メキシコ政府、カルテルはですね移民超重要、お金稼ぎするための道具としてそれをですねいかにうまくコントロールするかに焦点を当ててるんだなってものすごい感じましたね。そんな中移民の人たちの中には妊娠してる人もいますし、生後数ヶ月の赤ちゃんを抱えてる家族もいるし、老人の方もいるし、怪我してる人もいます。表では人権尊重っていう言葉はありますけど、果たしてそれは本物なのかってすごく考えさせられました。前回ねアメリカの保安官と国境を見た時、アメリカの保安官は移民問題、選挙の道具、お金稼ぎするための道具としてしかないと。現在ねアメリカでフェンタニールが大流行しててたくさんの人が亡くなってる。アメリカにいた時はですねそれは中国の仕業じゃないのかメキシコの仕業じゃないのかっていう話がめちゃめちゃ多かったんですけど、ここメキシコで聞いた話はちょっと違いましたね。もちろんアメリカ政府はフェンタニールがどこのルートから入ってきて誰から買ってるのか、どんなぐらいお金を稼いでるのか全部知ってると。使えない人をフェンタニールにはめらせて消しているっていう話を聞きました。だって人ならなんぼでもいますよ。移民でどんどん入ってくるんだから、使えない人、アメリカで働きたくない人、ルールに従わない人はどんどんフェンタニールにはまって消えていってください。代わりはなんぼでもいますよ、それぐらいの感覚でしか見てないっていうメキシコのいろんな人の意見も聞きました。恐ろしくないですか？このサバイバルゲームの中、これから僕たちどうやって生きていくのか、何が武器なのか、お金なのか、それとも他のものなのか、ものすごい自分の、立ち位置に当てはめて考えさせられました。皆さんも今現在地球上にいます。サバイバルゲームの中に進んでいます。さてどうやってこれからサバイバルゲームを自分たちで生き残っていくのか、選択の時ですね。いやっていう感じの動画でございます。これからね北上するかまだ未定なんですけど、とりあえずね今回の動画はここで締めたいなと思います。動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ということで皆さんメキシコからでございます。アディオス。